皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。スタッフのななみです。はい、久しぶりに2人で撮りますが、お帰りなさい。あ、そうだよね。そうなんですよ。ちょっとパリから帰ってきてご迷惑かけました。とんでもないです。最近どうですか？楽しいことありました？いやもうなんかパリから帰ってきて大忙しよ。てんてこまいよ、もう毎日。こっちも前野さん帰ってきたなっていう自覚がいないとちょっとさ、ゆっくり仕事できる。うとしい、やっぱうとしいないんですけど、でも前野さんね、この前もメリさんに言そう、われてたけど、私も今同じこと思い出した。声がでかいから帰ってきて声が大きすぎる。オフィスがすっごい明るいですとか言って楽しくなっちゃって、今私元気。あ、よかった。帰りなさい。それでパリってもうメイクとか髪の毛とかお構いなしなのよ。もうナチュラルが一番いいから、それが結構かっこいいと思って生きるんだけど、日本みんなもう超可愛くてやばい、このままじゃいけないって思って、私見て眉毛サロン行ってきたの。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃない眉毛。めっちゃ綺麗じゃない。これ言ってほしかった。めっちゃ綺麗じゃない。本当？すごい。ちょっと大人な眉毛に。待って、日本に帰ってきて一番最初それした。あ、そう。なんかお店の方が鏡見せてくれて、いかがでしたかって言われて、あまりに綺麗で、これ自分でやってどう思いましたって言ったら、こんなのいいに決まってるじゃないですか。なんかそんなこと言ってくれる人いないですとか言って、仕事なんでって言われて、すごい私は感動しました。眉毛サロンに行ったっていうのが最近のニュースです。ななみちゃんは？ちょっと邪道なんですけど、私的ニュース、すっごい本が読める方法を見つけました。ハック。これは私 Kindle で結構本を読むことが多くて、選書での。で、お家にアレクサがいるんですよ。なんで、アレクサ Kindle で買った〇〇の本を倍速で読んでって言ったら読んでくれるんです。すごい。で Kindle でこう読みながらアレクサの読み聞かせを聞きみたいなのしたら、いつもより半分の時間ぐらいで一冊読み切れるみたいな。それアレクサの2倍速読みと自分の目で追う黙読ってどっちが早いの？いや、同じところ何回か読んじゃったりとか、これってどういう意味だろうって止まっちゃって、無駄な時間みたいなのがあったりするのが、もうアレクサ進んだから進まなきゃみたいな、これ多分自分でじっくり読むのとはまた違う意味で、いっぱい本に触れるっていうのでは意外と使える機能だなって思って、おすすめではね、なんかあんまり冗長ない読み方なんで、そうでオーディブルってあるじゃないですか、あれは絶対早送りできない。声優さんになんか申し訳ない気持ちになっちゃうから、私がやってるのはアレクサなんで、もうはい、じゃんじゃん読めみたいな感じ。いっぱい読みたい人にはいいね。でも好きな本ではしたくない。で、本題行こう。そう、本題ですね。で、チャプターズニュースがあるんですよね。チャプターズも大きなニュースがありまして、チャプターズブックストア今月で4周年を迎えました。皆さんいつもありがとうございます。YouTube 見てチャプターズ使ってくださってる方もいれば、チャプターズを使ってないで YouTube 見てくださってる方もいるかなと思ったので、今回 YouTube の限定ボックスを時々、販売してるんですけど、4周年にあたってまたご用意してみました。本体のチャプターズの方もちょっぴり素敵なギフトをつけて今月お届けね。豪華ですね。そっちも楽しみにしていただきながら、今回の YouTube で発売する限定ボックスも準備頑張ったので、ちょっと紹介していきたいと思います。チャプターズのこの市ヶ谷のお店では、パーソナル選書っていうお客様と対面でカウンセリングをしながら本をその方にお勧めするっていうサービスをやってるんですが、その時に絶対に聞くのが何でしたっけ？今の心のお天気は？っていう。心のお天気を聞いて皆さんに寄り添う本をおすすめするっていうのをやっているので、ボックスもそのチャプターズのこのお店のパーソナル選書で活躍しているチャプターズならではの質問になぞらえて、4周年晴れの日ボックスと4周年雨の日ボックスで作ってみました。なので皆さん心のお天気を自分と相談して、今ちょっと雨っぽいわって方はぜひ雨の日ボックスでしっとり内省して自分と向き合う自分時間を大事に。で、晴れの日ボックスはなんか楽しい夏が来るような、楽しい本を外に出たくなるような本を用意したんで、ちょっと今から紹介していくんで、自分にどっちが合うかなと考えながら聞いてもらえたら嬉しいです。これね、
すっごいすぐ売り切れちゃうんです毎回。ねえ、いや今回もどうでしょうね。びっでもくりするよね。私たちもすごいワクワクするんです、早く出したいって思って、今一番推してる本をちょっと入れてみたので、紹介したいと思います。どうしよう、どっちが晴れでどっちが雨だろう。じゃあ、前野さん今の心のお天気は、めっちゃ眉毛綺麗だもん。めっちゃ晴れよ今。しかも、日本楽しいし晴れよ。じゃあ晴れの日から紹介していきましょう。ではじゃあチャプターズ4周年の晴れの日ボックスからいきたいと思います。まず本を紹介しようかな。はい、3作品ずつあるんですよね、それぞれ。で後で紹介しますが、素敵なギフトもついて、こちらが4周年ボックスになってます。ちょっと作品から見ていきましょうかね。今回は、チャプターズの過去選手の中からそんな晴れの日にぴったりの一押し本、これは、お届けまでのお楽しみです。でもう2つはチャプターズでも紹介してない、私たちが晴れの日ボックスだって決めてから絶対入れたかった本2冊を入れてみたので、ぜひ紹介させてください。まず晴れの日ボックスのテーマは外で読みたい本にしたんだよね。そうです。外でコーヒー飲みながらとかデザート食べながら、こう一人でニコニコ太陽の光を浴びて読んでるような読書時間をイメージしました。この2冊は特にそうですね。そうね。どうしよう。どっから行こう。こっちから行こうか。はい、ミスドスーパーラブ、これは、ジンですね。ジンです。はい、でもう売り切れた続出で、今回チャプターズでもご用意するのすごい難しかった本です。この本はななみちゃん激推しなので、ななみちゃん説明する？はい、いいですか？この本はもう本当にミスドスーパーラブな本です。すごいよね。そう、すごいんですよ。ちょっとだけチラッとお見せすると、こんな感じ。こんな感じで、ドーナツについてのエッセイ、ドーナツについてのエッセイなんだよね。ミスドのすべてのドーナツ、ヤムチャも入ってます。のメニュープラス、じゃあそのいろんなドーナツにまつわるいろんな人の思い出っていうのが書かれているアンソロジーみたいな形になっています。で、もう本当にミスドが食べたくなる一冊なんで、これもし読むのであればミスドに行くとか、ミスドをお家に買ってきてこう読むっていうのが最高な休日、こう読書時間になるんじゃないかなって思うんですけど、私もうどれが好き？この本の表してる一文があって、どの話もいいんですけど、この中にその一個始まりで、ミスドを持ってる人に不機嫌な人はいないよねっていう始まりをする話があって、でもまさにそうだみたいな、で本当にこうちっちゃい時のミスドの思い出から大人になって食べるミスドのこう味まで全部楽しめる一冊で、もう首もげるぐらいうなずきながら読んでそう楽しんだ一冊でした。で全ドーナツ食べたくなっちゃう。全ドーナツ食べたくなるし、そんなに食べたことなくても、このドーナツ知ってるわってなるのがもうミスドすごいなって思って、いろんなこうチェーン店を舞台にしたアンソロジーとかエッセイとか出てきてるじゃないですか。でも私これが一番好きで、なぜかっていうと、私じゃあ島出身じゃないですか。島にもミスドがあって、私の幼少期を支えてくれたっていう、このミスドの普及率みたいなところにすごくいいなっていう、こう田舎民も取りこぼさず、みんな幸せな気持ちにさせてくれる一冊だなって、本当にこれは出会えてよかったなっていうシーンで、でこれ読み終わった後、終わっちゃったってなるんです。すっごい、もう全部ミスド食べ終わっちゃったみたいな。でもう一回読んでもいいんですけど、なんと今回ですね、特典がミスドスーパーラブおかわりっていう小冊子を東京文脈さんがつけてくださったんで、読み終わってもまたちょっと楽しみがあるっていうので、はい、お楽しみいただけるかなって思います。これは私もななみちゃん激推しなので読んだんですけど、私はもともとミスタードーナツ好きなので、すっごい好きなんですよ。共感するのいっぱいあって、ポン・デ・リングも良かったし、エンゼルクルーラー、さフレンチクルーラーにチョコレートがコーティングされてありますね。生クリーム入ってて、あんな贅沢なものこの世に存在していいのかって思った子供の頃を思い出して、でその作者さんも同じようなこと言ってて、なんかそうやってみんなそれぞれに好きなドーナツがあって、多分思い出があって、なんか思い出と紐づくよね、ミスドって。そうなんですよ。意外としかもこんなにドーナツあるのに、
ミスドに入った時、小さい頃だったらうん宝石箱を見るかのように、楽しかったよね好きなものを選ぶ瞬間とか、うんうん大人になってからちょっと仕事疲れちゃった時のご褒美として楽しむ瞬間みたいな、共感できるのがすごいなって思っちゃって、私これ読んでよりミスドが好きになった。本当よかった。オンラインでもオフラインでもかなり人気で品薄なんですが、今回チャプターズのために特別にある分を取り寄せていただきました。でアウトレット品っていうものになるんですけど、って言われたんですけど、見てみたら全然綺麗だよね。全然わかんないです、なので皆さん安心して手に取ってほしいですし、なかなかお目にかかれない作品なので、この晴れの日ボックスでこれ持って週末一人カフェとか最高だと思います。はい。が1冊目です。はいになぞらえてこちらタイトルは明かせないんですが、チャプターズでも一度選書に入れた私たちも大好きな本も一緒に入っております。これは近所の美味しいコーヒー屋さんとかパン屋さんとか、見つけたくなるよね、ご近所さんの話が多いので、これ読んでちょっと散歩したり、逆にこれ持ってカフェで読んでまた別のカフェ行ってみたいな、一人カフェホップとかにも向いてるかもしれない。確かにすごいずっとこう優しいトーンで話が進んでいくので、心もびっくりしないし、なんか暖かい日にお腹空いたな、幸せだなって何気ない瞬間をかみしめられる本になっております。もうこんなのあったらさ、土曜日と日曜日無敵だよね。幸せ、もう最強セットって感じで、ピクニックシートつけてあげたかった。確かにめっちゃいいかもしれない、できればこう公園とかこうちょっと開放感のあるカフェとかで読んでください。テラス席とかもいいかもしれないですね。それと合わせてもう一冊がこちら。これはどっぷり長編を入れてます。宮城すがるさんの君の話です。これ私が宮城さん本当大好きで、これもものすごい良かったんで、先週にあたってななみちゃんにも読んでもらったんです。どうでした？で、私萌野さんの本をお借りした形なのに、すっごい好きな表現があって、萌野さんのホームページを持ってたのっていう。本当？まだ帰ってきてないけど。いいよ。でもそのぐらいすごかった。絵を没頭できるっていうか、この話は SF なんですよ。ちょっと設定としては、思い出を作り直せる、でそれを記憶に入れられるっていう記憶師っていうお仕事が存在する、小説になってます。でその舞台設定でもう大人になっちゃった主人公が過去の自分の学生生活を最高の青春時代だったような記憶を作って入れ込むんだよね、でその思い出をかみしめながら生きていくっていう彼が、日常どんな変化を迎えていくのかっていう話なんですけど、なんか思い出が自分の人生にとって本当にかけがえのない大きな拠り所になっていくなっていうことを感じたのと合わせて、思い出って今この瞬間もいつかの思い出になっていくから、すごく未来志向な本だなと思ったんです。今を一生懸命生きることが将来の大切な思い出のかみしめる時間になっていく。私はもう何をやるにしても、もう答え合わせは後でって思って一生懸命頑張るっていう風に生きたいと、この会社をやってから特にね思うようになったので、その起業してよかったかとか結婚してよかったかとか分かんないけど、後で考える、でも今を一生懸命生きることが素敵な思い出を作っていく唯一の方法だっていうことを常々考えていたので、そういったこととすごくリンクして共感しました。でこの宮城さんって本当に1ページ目から読ませる。もう引き込み力すごいですね。私この方日本一だと思う。こうさらっと読ませない、なんか適当に読み始めてもおーって言っちゃうっていう。私もその世界にいる一人ってぐらい入ったな、ちょっと設定は SF だし、割とこう青春的な要素もあるので大丈夫かなと思ったんだけど、大丈夫だよね。そう、でこれね、最初雨の日ボックスに入れるか、晴れの日ボックスに入れるかちょっと迷ったぐらい、結構ね長らく暗いトーンで走るんですけど、今について考えたり未来について考えたりするのって、心のお天気雨の時無理だと思って、晴れのちょっと余裕がある時に読める本だなと思って、今回晴れの日ボックスに入れたっていう感じですね。そうだ、私これ雨の日ボックスでななみちゃんに相談してたんだけど、ななみちゃんこれは晴れの日にしましょうって言ってくれて、今だからこそ今とか未来のことを大切にできる本、元気な時に読んでほしいなと思ったので晴れにしました。私思い出した、これななみちゃんさオフィスで読み終えてたよね。あ、そうです。なんかもう顔がさ、なんかす
ごいもう絶対に話しかけるなっていう楽しい読書してる人の顔してたもんなんか。いやもう楽しかったんですもん。そう丁寧に読んでて結構ねボリューミーな作品なのに、ずっと飽きが来ないで読めちゃうみたいな、でも次はなんだ次はなんだってページめくっちゃうような本で会社で読めなってねちょっと極上の長編だと思います、はい、チャプターズの本体で入れてもよかったんだけど、もう良すぎて早く紹介したくてボックス入りですはいはい、なので晴れの日ボックスはこれはだからどんなシーンでもいけると思う、この夏素敵な本に出会ってほしいという気持ちで、こっちは本当にちょっと外の読書を楽しんでルンルンワクワクで読んでほしいなということで、晴れの日ボックス作ってみました。はい、おすすめです。はい、晴れの日ボックス。どう雨の日からやればよかったな。雨の日このトーンでいこう。いけるかな。ハッピーな感じで。切り替えて。そうね。ちょっとじゃあ続いて全く別の感じでいきますが、雨の日ボックスの紹介をしたいと思います。こちらはちょっと打って変わって自分の内省だったり全体を通して大丈夫だよ。一人だけど大丈夫だよ、一人じゃないよ大丈夫だよってどっちの大丈夫だよも話しかけられるような本にしてみました。ガラッと変わりますね。確かに落ち着けなきゃちょっとねテンション上がっちゃった。晴れの日でピクニックのこと考えちゃったね。はい。でもこっちもね3作品こんな感じで、単行本が入ってるんですよね。こっちは。そうなんです。豪華だな。一冊はチャプターズで過去選書の中から雨の日に読んでほしいなという本。そしてもう一冊は西加奈子さんのおまじない。これはななみちゃん大好きな本なんだよね。いやそうすっごい好きな本でいつか入れたいなと思ったのでここに入れました。ね、全部チャプターズ行ってもよかった文庫ばっかね選んじゃったね今回。あとはもう一冊、これ私が大好きな本です。一人の夜にあなたと話したい10のこと。こちらの3作品で入れてます。まずここからいこう。チャプターズの過去選書の本なんですけど、これはエッセイです。はい。で素晴らしいエッセイだよね。素晴らしい。なんかこの作家さんの本って数ページ目でも好きってなりません？賢いな、賢いな、ありがたいなってありがたいなってなるんですよ本当に。なので元気がない時とかちょっと心のお天気雨模様の時理由は様々だと思うんです。ただまずやってほしいのは自分は元気がないんだ、ちょっと落ち込んでいる、今停滞しているっていう状況を把握すること、なんかその元気を無理して出さなくていいんだよっていう、まずみんなが立ち止まれるようにということで状況把握にぴったりな本をちょっと俯瞰できますよね自分のこと、最近調子悪いな、なんでだって言って見れるのがいい、ちょうどいい本なので、元気ない時は無理して元気は出さなくてよくて、そういう時にしか入ってこない言葉もたくさんあるので、うまくね気持ちを切り替えて読書チャンスと思ってちょっと一旦この本読んで、あ、私今元気ないわとか、あ、意外とでも元気かもっていう人もいるかもしれない。とにかくでもどんな悩みにもまず最初にこの本を手に取って自分の気持ちと相談できるような本になっているので、ここから始めてほしいなと思います。でこのエッセイで自分の現在地を確認したら小説の世界に行ってほしいなということで、西加奈子さんのおまじない。これいいんですよ、この本は女の子を主人公にした8個の短編小説集になってるんですけど、西加奈子さんの本って割とこう自分の存在意義みたいなのをテーマにした作品が多いかなって私は思ってて、でアメリカを舞台にした舞台っていう小説だったり、さらばだったりいろんな本私好きなんですけど、これが一番辛い時に読んで救われた本っていうか、そう自分なんかとか、私結構前は思うようなタイプだったんで、なんで自分って生きてるんだろう、まではいかないけど、自分なんてどうせこう何やってもダメなんだろうな、みたいな時に読んだらタイトルの通り、これさえ読めば救われるみたいなぐらい説得力があるっていうか、こう結構テーマとしては暗いんです、そう女の子なのにとか、女の子だからこうしなさいみたいな、こういろんな視線の中で生きていく女の子たちのこうエピソードで書かれてて、めっちゃ暗い始まりだけど、最後絶対薄い優しい光が差し込んで終わってくれる、こう本当にありがとうこんな作品を作ってくれてみたいな救いのあるラストで終わるんで、自分が変わらなきゃっていうよりかは、あ、別に自分ってこのままでいいんだなっていう自己肯定感がちょっと高まるような一冊になってるし、そうこの帯にも書いてあるんですけど、西さんみんな頑張ってる、みんな本当に十分頑張ってる、私頑張ってるよねって思えるような本で、これは本当に
まさに雨ボックス、うん心のお天気が雨の時に寄り添ってくれるような話なので、今回入れたかったた。そうななみちゃんからちょっと一冊入れたいのがあるんだよって言われて、チャプターズで入れなかったのは、ちょっとみんな主人公が女の子すぎるから、そうなんだよねチャプターズ結構男性のお客様ももちろんいらっしゃるんで、どうしようかなって思って入れなかった、でもこれ実はみんな女の子だけど、割とこう女性男性に限らず、人間子として書かれてるみたいな描写が多いんで、そう男性が読んでも楽しめるんじゃないかなとは思ってます。多分あるべき姿とかその固定概念に対してすごい窮屈に感じてる人たちの話が結構私は入ってるような気がするので、なんか性別問わず取れるけど、タイトルこのおまじないがすごいななみちゃんにね本当におまじないみたいなんですって言ってるのを見て、本当になんか誰かの心の支えになるような一冊なんだなと思ったんで入れてみました。私これあれだ、社会人じゃ成り立ての時ってやっぱり私も悩んだし、周りの友達も悩んだし、みたいな全然うまくいかないんだよねって時に、もういっぱい買っていっぱい配り歩いた。本当にそんなに心を支えたのね。そう好き、本当にこうよりどころおおままじないいじなっってても、本棚にあるといいかも。あと短編だからちょっと疲れてる時にちょこちょこ、気軽に読めるとね、読みやすいと思います。私も西加奈子さん大好きです。で、自分の現状を把握しておまじないで短編小説の世界楽しんだら、最後ゆっくり寝ようということで一冊単行本入れてます。一人の夜にあなたと話したい10のこと。これは私がずっと不眠に悩んでいる中で、ベッドサイドで眠る前に読むとよく眠れる本についてはもう人生をかけてずっと考えてるんですよ。そうですよね、中でもかなりの秀逸な作品です。これ全編ほぼカラーで、漫画があったりエッセイがあったり、本当にイラストだけがあったりとか、文章量としてはとても少ないです。だけどこう眺めているだけでとってもこう夜の美しい部分を切り取ってくれたり、夜の寂しさを一人じゃないんだよと思わせてくれたりとか、夢中で読みながらでもどこででもやめられるっていうのが、そうなんですよね、この夜に読む本としては私はすごく大切に思っているので、その点でもとっても好きでした。確かに言ってましたもんね。なんか続き気になっちゃうと、目が冴えてそう寝れなくなんだよね。なっちゃう。だからミステリーとか面白いのに出会っちゃうと、やっぱもう走っちゃうから、あとはこの人この後どうなっていくんだろうとか、ちょっと意地悪な人が最初とか出てくると大丈夫そうみたいなで、なんかちょっと大丈夫になるまで読んじゃうみたいなことがある中で、これは本当にこういい感じの散文で、私すごい大好きなのがお皿の上のクジラの話があるんだよね。これはちょっと手に取った方に読んでもらいたいんですが、50ページから60ページぐらいのお話かな、この青いお皿に乗っかってるお魚のイラストの話がとっても優しい気持ちにさせてくれて、これが本当に私眠れる。なんか家にあるものたちも眠っているんだ、私も眠ろうっていう子守歌的な作用としては抜群だったので、ちょっと考え事したり小説の世界で大丈夫だよって肩を叩いてもらったら、最後はあなた自身の睡眠もちゃんと大丈夫だよってこう、整えてあげたくて選びました。読む順本当にそれがいいと思います。1日で一気に読まなくてもいいけど、エッセイ読んで短編集読んで、夜寝る前にこれ読んで、これ間違えても会社持ってかないでほしい。寝ちゃうから寝ちゃう、あといい意味でなんか、どうでもいいってなっちゃう眠る時大事じゃん。こう不安は、なんて不安に思ってることは起きないんだって思わせることが多分眠る時大事で、本当に余白たっぷりな本ですよね。なのでこういったこうエッセイっぽい本とか、カジュアルな本ってたくさんあるんですけど、私は割と眠れない人に向かって書いてくださっている救いのある本だなと思い、大好きです。柏井さんの本他にも読んだんですけど、これがダントツいい。本当ですか？やっぱ眠れない民として、この本はぜひ説得力がすごいある。誰かに私を送りたかったので、なんか友達とかに送ろう今度。確かにいいと思います。てか私ちょうど眠れないって言ってた友達いたわ、一昨日。本当ですか？これ送るわ。っていうぐらいの本です。なので、これ入れてみます。はい。ということで、雨の日ボックスこの3点でお送りします。はい。ちょっと最初テンションが難しかったですね。そうだね。晴れから雨いっちゃったね。雨から晴れだね。正解でしたね。でもどちらもちょっとチャプターズの本体で紹介したいぐらいの本をこっちでも我慢できず入れちゃったんで、どっちもおすすめです。はい。でどちらもこのボックスに入れてお届けするんですが、合わせて今回
ギフト入れます。お届けするのがこちらです。リベルっていう韓国のフレグランスブランドの香水を一緒に入れたいと思ってます。これまずちょっとなぜ入れたかってこれだけじゃ分かんないと思うんですけど、これ見て、アートブックっていうんですよ。めっちゃ可愛くないですか？しかもね、パッケージもね、こうすごいおしゃれで、薄紙でこう蓋をしてでこう箱で入れると、形ですごいおしゃれなブランドだなと思って、私インスタグラムの広告かなで見つけて注目していて買って、すっごい香りも良かったので今回ちょっと皆さんとご一緒できないかなと思ったんです。これは私の個人のやつなんだけど、もうだいぶ使っててめっちゃ使ってる。これ香りもかなりなんかね、ちょっとイケメンっぽい香りするよね。なんかいいな、すごいこう女性っぽいパッケージしてるのに、男性も使えそうな香り。そうなんですよ。なのでこのジェンダーレスな感じもいいなと思って、このブランドさんにアタックをしたんです。そしたらこれ作ってる代表の方が私同世代の男性だったんですよ。そうで、それで納得しました。あ、男の子なんだと思って。でこのアートブックもぜひチャプターズって本屋さんでこういう企画をやるので、ぜひ一緒に本に添えさせてほしいって言ったら、代表直々に商品の説明をしたいですっていう風に言ってくださって、私ちょうど韓国ね、行く予定があったのでお会いしてきたんですよ。すごくない？韓国にインポートしに。そうなんです。本当にいろんな奇跡のタイミングで、私韓国でこの代表パクサンちゃんに会えたんです。すごくない？ですごい。このアートブックの説明も直に聞いてきて、これは美術書、アートブックのデザイン系の本屋さんに入った時にちょっとおしゃれな気持ちで、紙とかインクの匂いがするのが気持ちいいじゃない、あれをイメージして作ったんですって。あ、そうなんだ。なので、確かに言われてみたらちょっとインクっぽい香り、本屋さんの香り本当にねしますよね。する、ので楽しんでほしいなと思います。これパッケージ可愛いですねって話をしたら、めっちゃ可愛い。やっぱり韓国でもこれギフト需要がすごい高いみたいで、韓国のギフトでよく選ばれるみたいです。そう、私もこれずっと最近持ち歩いてるんだけど、箱に入れて持ってて、あんまり汚くない、箱もなんかいい感じ、いい箱ですよね。それ届いた時嬉しかったですもん。みんなにもこれ箱でお届けするので、箱で持ち運んでもいいし、もちろんお部屋にねこう飾ってもいいです。で、読書の時私、飲み物もですけど、香りがあると一緒にこうめくるたびにページをふんわり香って楽しめるっていうのが大好きなので、私は読書の時に結構香りを大事にするので、みんなにもその気持ちを楽しんでほしいなと思って、パクサンちゃんに直接依頼をして入れてもらうことにしました。センキューパクサンちゃんでここ入るかもしれない。もうリベルっていうよりパクサンちゃんって感じだもんね。本当に韓国でこの代表いるのかと思って行ったら本当にいらっしゃって、ブランドの説明させてくださいって言って、嬉しい。45分ぐらい、リベルっていうブランドはこういうブランドでっていう説明を直接受けました。で、しかも彼今ロフトでね、日本だと展開を始めたばっかりなんです。なので香りね試せると思うんですけど、日本展開にあたって日本語でね手書きでそのリベルはじめましてっていうお手紙をしたためてて、それも今回ボックスに入れるので、そうブランドさんのこう愛を感じる商品って使ってると心地がいいので、それも楽しんでほしいと思って、皆さんこれリベルが入ってる晴れの日ボックス、雨の日ボックスもあれば、両方本欲しいけどちょっとリベル2本は使い切れんかもみたいな人のために、リベルなしボックスもあります。今回いろんなパターンを作ってみたんですよね。で、あとは3冊じゃなくていいっていう人もいらっしゃると思ったので、本2冊セットも用意したり、積んどくがある方もいるかもしれないんでね。皆さんちょっと自分に合うものを見つけてもらいたいんですが、ぜひこのリベルのアートブックは試してもらう。本好きさん絶対好きな香りだと思うから試してほしいと思います。リベルすごい香り他のバリエーションもいいので、アートブック気になったら他の香りもロフトで日本だと試せるので、香ってみてほしいです。こんなに美しく作り込まれているのに、これ日本だと 4,5,000 円で売ってんだよね。そんな安いのと思って、びっくりしました。なので本と合わせてとってもお得なセットにはなっていると思うので、日本上陸ほやほやのブランドを試せるっていうのでもいいですね。ちょっと旬かも、なのでボックスに本3冊とこちらの香水入れてお届けしますので、皆さん4周年ボックス楽しんでください。購入はいつも通りチャプターズのこの YouTube の下の方にある商品購入欄からグッズストアの方に EC サイトの方に遷移できるようになっているので、皆さんそちらから購入してください。本当にいつも
1日で完売してるんだよね毎回。すごいありがたいんですけど、ね申し訳ない気持ちもあったり、今回は頑張って用意してるつもりですが、皆さんちょっと気になる方は早めにお買い求めいただきたいなと思っています。何よりちょっとねリベルみんなでね好きになってほしい。たくさんちゃん本当素敵な代表だったから同世代の海外の起業家の方と会えるっていうのもすごい嬉しかったし、そうなかなかないですよね、そんなこと。自分のブランドを自分で説明したいってこう前に出てきてくれるブランドはもう信用しかないので、みんなちょっとリベル楽しんでほしいと思います。ということで読書の時は私は割と多めにつけるので、もうみんなじゃんじゃんつけて読書楽しんでほしいと思います。いっぱい喋っちゃったけど、こちら4周年改めましてチャプターズ皆さんありがとうございます。いつも楽しんでいただいて YouTube ももうね今年行くんじゃないか10万人、銀の盾盾もらえちゃう、目指したいけれど、皆さんに楽しい本、そして書店員の日常をわちゃわちゃお届けできるようにこれからも更新続けていくので一緒に楽しんでいきましょう、ということでチャプターズ4周年晴れの日ボックスと雨の日ボックスどちらにもこの講習をつけてお送りします。皆さんお買い求めいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。失礼します。バイバーイ。